大家好，我是 XGB 大学的马基欧。今天我用中文。我以前住在台湾大概3年半，我可以说中文。我的老公是台湾美国人，所以我非常喜欢的中国料理。今天的我们来的5位点是老板是台湾人，所以今天我们可以吃完全台湾的料理。そうなので今日はちょっと中国語で紹介してみました。今日やってきたお店はこちらのルウェイディン、5味のディンという店名になります。こちらのお店は日本の、駐在の方とかにもすごく人気のお店で有名なお店になっているかと思います。また中華圏の方にも本当に大変人気なお店なのでいつも混んでいます。でこの5味という意味についてちょっと紹介したいと思います。こちらは中華圏ではよく呼ばれている、5つの、フレーバー、そして、味付けというそういった意味になっています。1つ目がスワンという感じで酸っぱいという意味のスワンで、2つ目がクーということで苦い、そういう意味です。で3つ目がシン、辛いという感じになります。シンで4つ目がガン、甘い味付け、そして最後にシエンということで、しょっぱい、塩辛い、そんな意味でスワンクーシンガンシエンというそんな5つの味が楽しめる料理屋さんで、こちらの最後の、ディンはよく美術館とか博物館にある古代の中国の土器というか青銅器、そういった器のことを表しています。はい、どんな料理が来るのかとっても楽しみです。注文したものがこちらです。じゃーんというわけで王道の台湾料理を3品頼んでみました。正直ここまでザ王道の谢谢没关系好。ここまで王道の台湾料理を頼むってことは私たちもあんまりないんですけれども、じゃあまず伸びてしまうのでニョロ麺から牛肉麺、わー、この分厚いお肉いただきます。この本社のニョロ麺っていうのは、醤油ベースの、牛肉麺です。めっちゃ柔らかい。今見ました。もうとろける柔らかさ。じゃあちょっとスープもちょっと日本の醤油ラーメンとかとは全く違くって台湾ならではのポンシャオって赤い役って書くんですけれど、その台湾独特の醤油ということで飲む瞬間は全然塩辛くないんですけど、後からすごい奥の方からこう塩辛いのとあと香辛料、八角の香りがしてくるものになります。すごい深いんですよ。後から来る。最初はなんか普通じゃないって思うんですけど、なんか飲めば飲むほどやみつきみたいな。いやこれはちょっとこう豆板醤も入っているので、でも辛さはそこまで感じないんですけれども、食べた後からあれちょっと辛いのかなみたいなで、ちょっとその独特の香辛料が伝わってくる、そんな感じです。じゃあちょっと麺もいただきます。もちもち、結構うどんみたい。こんな感じでルーローファンです。わー、日本人の方にも結構もう浸透してる名前だと思うんですけれども、豚肉の、日本語で言うとそぼろご飯みたいなそんな感じです。いただきます。言葉が出てきませんよずっと食べたい超好吃的。はい、ルーローファンは地域によっても味付けの仕方とかがだいぶ違うんですね。日本も北と南で味付けが違うのと同じで、台湾も全然味付けが変わってくるので、いろんな味付けがありますよね。私も台湾に住んでる時に台湾料理教室とかにも通ってこのルーローハン何度か作ったことがありますが、結構簡単、日本のそぼろご飯と違って結構手間暇かかるんですね。いろんな香辛料入れたり長い時間煮込んだり、それでやっとこの美味しい味がこう煮込まれて出てくるんだなっていう苦労をしてるので、なおさら美味しく感じます。これ味付け卵ルダン、
では待望の小籠包を食べてみたいと思います。はい、もう早く食べないと皮が破けちゃう。皆さん小籠包の食べ方分かりますか？この皮が破けないように置く。そしてこの生姜と、醤油だけではなくちゃんと酢も混ぜてほしいところなんですけれども、これをしっかりと上にのせる。まあお好みで量は変えてください。そしてスープがこぼれないようにこれはもう台湾と変わらないレベルの小籠包になっています。もう肉もしっかりしてるし、その周りを取り囲むスープが口に入れた瞬間にジュバーって感じで美味しい。もう一個やっぱちょっとお酢を入れると本当に美味しい。もともとは小籠包はよく聞かれるんです。台湾といえば小籠包だよねって言われるんですけれども、小籠包は実はもともと上海の料理、上海料理なんです。そして以前その上海料理が逆輸入みたいな形で台湾で小籠包屋さんをオープンさせました。よく知られてるのディンタイフォンとか有名レストランがあるんですけれども、その時に皮をすっごく薄くして作りました。それが、今のこういった小籠包になるので、もともとの小籠包、小さいカゴで包んだものって感じで書きますけれども、それはもう肉まんみたいな感じで皮がすごく分厚いものだったんです。それが台湾で薄い皮の小籠包となり今に至ります。こんな歴史があるんですね。こちらはシャオサイという小さいナッパのナと書くんですけれども、その名の通りちょっと小さめのおかずという感じになりまして、台湾ではよく食べられます。これはお豆腐ですね。おいしい。甘辛醤油であえてて、ウェイという漢方を使って煮込んでいるので、ちょっと鼻から抜ける香辛料は日本人の方にはこういう食べ物あまりないと思うので、もしかしたら苦手な人もいるかもしれないですけども、私はもう大好きですね。こっちの昆布もいただきますが、昼ご飯夜ご飯いつでもご飯のお供って感じなので、よく出てきます。というわけでお腹いっぱいになりました。今中でこのコメント取ろうかと思ったんですけれども、あまりにも外に人が並んでいるのでこちら外に外出てきました。というわけでとっても美味しい、台湾料理中華料理を食べることができました。まだまだ美味しい料理、例えばパイコーハンとかパイグーファンとか美味しそうなものがいっぱいあって、本当にまた来たいなと思ったので、ぜひ皆さんもいらっしゃってみてください。ウェイリンの紹介でした。请帮我写一些评语，请记得订阅哦。それではまた皆さん次の動画で会いましょう。さようなら。